んにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩画の描き方や画材レビュー、そして猫の絵のメイキングをアップしています。水彩の技法について短くまとめる動画を撮っていまして、基本の塗り方ウォッシュ、そして重ね塗りをやりました。今回はウェットインウェット、色のにじませ方をお話ししたいと思います。使う紙によってもにじみの広がり方は微妙に変わってきます。今回こちらの紙、フォンテーヌを使用して、皆さんにできるだけわかりやすくウェットインウェットのやり方をお見せしたいと思います。水彩ならではの表現技法でもありますので、ぜひチャレンジしてもらえたら嬉しいです。水彩絵の具をにじませる方法はとっても簡単です。きれいな水をにじませたい箇所に引きます。そして水たっぷりで溶いた絵の具を塗ります。こうするとじんわりと水が絵の具を運んでくれます。あとは乾かすだけです。ドライヤーを使ってもいいのですが、画面上に絵の具が溜まっているとドライヤーの風向きに沿って流れてしまう恐れがあります。画面に絵の具の溜まりがない状態でドライヤーを使うか、もし失敗したくないとか心配な場合は自然乾燥させましょう。今最初にきれいな水を引いてからにじませましたが、絵の具同士をにじませることもできます。たっぷりの水で溶いた絵の具を塗って、乾かないうちに別の色を置きます。この時、筆を動かしすぎると色が混ざってしまいます。自然にふんわりとにじませたい場合は、ちょんちょんと上から色を置くようにして塗ると良いです。以上がにじみの基本的なやり方になります。画面がどのくらい湿っているのかによってにじみの広がり方は変化します。びしょびしょの状態だと水たまりのようになったり、色が乾くまで時間が長くかかったり、乾いた後色の境界線ができたりします。反対にあまり画面が濡れていない半乾きのような状態ですと、小さくじゅわっと染みるようににじむことが多いです。水分調整の感覚をつかんで自分の好きなにじみを研究してみましょう。画面が濡れているところに絵の具を塗ると滲んでいく。このことを覚えておけば色が滲むかそうでないか判断できます。しかし水彩画を描いている時に画面が湿っていることに気づかずに思わぬところで色が滲んでしまうこともあるかもしれません。そんな時の修正方法もお話しします。色が乾かないうちにティッシュで吸い取るように拭きましょう。もし少し乾いてしまっているようならティッシュを濡らしてポンポンと叩くようにするとはみ出した箇所の色を取り除くことができます。一度ウェットインウェットをして乾いた画面に重ねて色をにじませることも可能です。水彩の淡く繊細な色の世界をお楽しみください。今回はウェットインウェットにじみのやり方をお話ししました。よかった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。